10年近く科学者たちは致命的な新型ウイルスの発生源を突き止めようと中国の山々や洞窟を探し回ってきました。そしてついに見つかったのがシタウドウという洞窟のコウモリ。探していたのはコロナウイルス、重症急性呼吸器症候群の流行を引き起こした病原体です。別名 SARS。2003年に流行しました。ウイルスの分類の一つで、タンパク質の小さな突起に覆われたその姿が彷彿とされるのは黄疸。ラテン語で言えばコロナです。現時点で見つかっているコロナウイルスは数百種。そのうち7種は人に感染し、病気を引き起こします。SARS-CoV は SARS を、MERS-CoV は MERS を、そして SARS-CoV-2 が引き起こすのが COVID-19 です。7種のヒトコロナウイルスのうち4種は風邪の病原体です。症状は軽いものの感染力が強く、鼻と喉に炎症を起こします。2種は肺を侵し、より重症となります。残りの1種が COVID-19 の病原体で、先の両方の特徴を併せ持ちます。感染力が高く、肺には深刻な炎症を起こす可能性があります。感染者が咳をすると、ウイルスを含んだ飛沫が飛び散ります。飛沫が誰かの鼻や口に入り込むと、その人もウイルスに感染します。コロナウイルスが最も移りやすいのは密閉された空間で人が密接に集まるところです。ウイルスの繊細な皮膜は寒冷な気候により乾燥しにくくなり、宿主間でより長時間生存し続けることができます。反対に日光にさらせば紫外線により損傷される可能性があります。既存のウイルスであれば季節は感染拡大の重要な要素です。しかし新型ウイルスには誰一人として免疫がなく、潜在的な感染対象ばかりなので、望ましい条件と関係なく広まるのです。体内ではタンパク質の突起が宿主の細胞に埋め込まれ融合し、ウイルスが細胞の機構を乗っ取り自分の遺伝子を複製します。コロナウイルスの遺伝子は RNA として存在しますが、全てのウイルスは RNA ウイルスか DNA ウイルスの形をとります。 RNA ウイルスは小さく、遺伝子の数も少ない傾向があり、たくさんの宿主に感染し短期間で複製を行います。一般的に RNA ウイルスには DNA ウイルスには備わる構成機能がありません。このため RNA ウイルスが複製する際、変異と呼ばれる失敗をする可能性がずっと高いのです。変異の多くは役に立たないものやウイルスにとって有害なものです。しかしウイルスが特定の環境で生き延びやすい変異もあります。例えば新たな宿主などです。感染症の流行はウイルスの宿主が動物から人に変わるときによく起きます。人に宿主を変えた RNA ウイルスがエボラ熱、ジカ熱、SARS の流行、そして COVID-19 大流行の原因になりました。人に感染した後もウイルスの変異は続きます。新型ウイルスとなるほどの変異ではないものの、元のウイルスの変種は作れるほどです。コロナウイルスは他の RNA ウイルスとは決定的に異なるところが数点あります。大きさは最大の部類に入り、最も多くの遺伝子を有しています。このため有害な変異を引き起こす機会が多いのです。この危険性の対抗策としてコロナウイルスは得意な性質を備えています。複製エラーを探知し修正する酵素です。酵素によってコロナウイルスは非常に安定し、他の RNA ウイルスよりも変異の速度が遅くなります。手強く思える一方、変異速度の遅さというのはウイルス撃退の観点からすれば期待の持てる性質です。感染すると免疫系は病原体を見分けることが可能になり、次回感染した時にはより迅速に破壊して発症を食い止められます。しかし変異を経たウイルスは免疫系による探知が難しくなり、退治しにくくなる可能性があります。変異したウイルスに対しては抗ウイルス薬やワクチンの効果も下がります。特定のウイルスに合うように作られているからです。インフルエンザのワクチンを毎年新たに開発するのは、インフルエンザウイルスの変異速度が速く、常に変種が生まれているからです。コロナウイルスの変異速度が遅いということは、体の免疫系、薬やウイルスがウイルスの感染後、より長い期間察知し続けられ、よりよく守ってくれる可能性があります。それでも人が様々なコロナウイルスへの免疫を保てる期間は分かっていません。立証された治療法もワクチンもコロナに対しては存在しません。風邪の原因になるウイルスの撃退方法に集中せず、SARS や MERS の治療法の開発も始まってはいましたが、臨床試験を経ている途中で流行が収束してしまいました。人が他の動物の生息地に接近するにつれ、新たなコロナウイルスが人に感染する事態は避けられないと唱える科学者もいます。それでも未来への探求を通じて最悪の事態は免れるかもしれません。自分の体なのによくわからないことってありませんか？そんな方はぜひチャンネル登録を。抜け毛、筋肉の発達、体のあちこちに毛が生える理由など様々なことを学べます。
好奇心を糧に知識の幅を広げましょう。